車のプラモデルを筆塗りでかっこよく作ることは可能か実験。前回は飛行機模型でやっていたやり方や研ぎ出しせずにただ光沢クリアを吹くだけではダメなのか。実際に作って実験してみました。今回はポルシェ 911S を使って筆塗りでできうる限り塗膜を均一にして研ぎ出しピカピカ仕上げにすることはできるのか実際にやってみようと思います。前回作った青島のキットと比べると古いキットなのでバリやパーティングライン、プラの素材や状態など多少粗が目立ちます。値段も倍ぐらい違います。このあたりを処理しながら作ります。とにもかくにも美しい塗面を作るために必要なのは塗料でも筆でも技量や技法でもなく下地です。下地が綺麗じゃないと何しても綺麗になりませんのでボディはいつにも増して綺麗にヤスリをかけていきました。タミヤのエポパテをぐるぐる混ぜて大きい引けを埋めます。乾いたらヤスリをかけてあらきれい。いろいろ処理をして全体に600、800、1000とヤスリをかけました。モールドもすべて彫り直して深く広くします。はいミスった。傷が入ってしまった部分もパテで埋め直します。すべてきれいにしたのでサフを拭きました。色がちょっとまだらなのは途中でミスって白サフを吹いてしまったからです。サフを重ね拭きしすぎるとそれはそれで無駄に塗面が厚くなるだけなので気にしないことにしました。自分としてはまあ綺麗に仕上げたと思います。シルバーの部分がすべてメッキされていれば塗装しなくても良いかなとも思うんですが、このキットは窓周りを塗装しないといけないのでメッキをすべて剥がして塗装し直してみます。まずはミスターカラーの溶剤にメッキパーツをすべて沈めます。5分ぐらい沈めたら取り出してきれいに洗います。動画ではよく見えませんが少しメッキが剥がれているところがあります。これでメッキした後のコーティングが剥がれます。この後キッチンハイターと水を同量で割った危険な液体に沈めます。15分ほど放置すればきれいにメッキが落ちました。最初に溶剤でコーティングを溶かす工程が必要なものと不要なものがあるらしく、きついシンナーでやるとプラが侵食されて無残なことになるのでミスターカラーの溶剤がちょうどいいらしいです。この後きれいに洗って下処理完了です。塗装に入ります。この車は黄色に緑に茶色にオレンジに白、黒、シルバー、青、赤といろんな色があるんですが、この写真が気に入ったのでこの絶妙な青にします。いろんな分量で調色したんですが絶妙すぎてなかなかいい色にならず苦労しましたが、この色で進めます。基本色のブルー4、グリーン2、ホワイト1で混ぜます。じゃ塗っていきましょう。まずは1回目、2回目、3回目。3回目を塗った時点で塗面をチェックしていたら、もうすでにホコリがついたり傷がついて塗面が荒れています。このままゴリ押ししたら美しい塗面にはならないので、1000番のヤスリで気になる部分を鳴らしてきれいにします。ならば4回目を塗っていきます。4回目時点で結構綺麗ですが、まだ微妙にムラがあるので、もうちょっと重ねましょうか。5回目、6回目、5回目でやめておけばよかったかもしれません。6回目の塗り方が良くなかったようで、筆の跡がすごく目立ちます。先ほどのように1000番のヤスリで塗面を鳴らしてきれいにしておきます。きれいになりました。何回塗るねんって感じですね。
綺麗にしようとしすぎて塗り重ねすぎなような気がします。最後にもう一度塗って終わりにします。車内はレッドブラウンとサンディーブラウンで本革っぽく塗ってみます。シートはまずレッドブラウンで塗ってからサンディーブラウンをドライブラシしてみました。なんかちょっと違う気がしますが、ご利用します。その後はシルバー塗って、デカール貼って、墨入れして、修正箇所をレタッチして、とひたすら塗面を美しく保つように、気遣って作業しました。飛行機を塗っている時とは、比べ物にならんぐらい綺麗に塗れたと思います。では、本題の研ぎ出し作業をしていきましょうか。まず、クリアを吹くわけですが、研ぎ出し作業をするには、いつも使っている普通の模型用のクリアでは、塗膜の強度の関係でできないんだそうです。可能であれば、2種類の液体を混ぜる、混合タイプのウレタンクリアを使う必要があるそうで、当然エアブラシが必要です。そんなものは用意できないので、今回は市販のスプレーで、研ぎ出し作業が可能な強度を出せるスプレーとして、ボデーペンのクリアを使います。実際の車にも使えるようなものだそうです。普段は1回シューッとして終わりですが、今回は2時間ぐらいかけて、薄く拭いては乾かしを5回ほど繰り返して、分厚く拭いておきました。それがこちらです。表面がポコポコしてしまってますね。柚子肌っていうやつですかね。スプレーする距離が遠いとこうなってしまいやすいのかな。スプレー拭くだけにも技術があるようで、研磨するのが難しくなってしまうので、柚子肌にならないように、垂れてしまうギリギリで止める技術がいるんだそうです。車模型奥深すぎやろ、飛行機模型とは全然違う技術の奥深さです。それは次回以降の改善点として、今回はこのまま進めてみます。まずは旋盤から当てていって、ひたすら表面を慣らしていきます。ざっと全体をヤスリがけしてみました。まだまだこんなもんじゃダメですね。天面だけがっつり削ってみました。ポコポコの跡が消えて結構慣らせました。光を当ててみて、まだ少し、キラッと光っている部分が、へこんでヤスリが当たってない箇所です。これがなくなるまで擦り続けます。とりあえず第一段階はこんなもんでしょうか。全体がこうなるまでひたすら擦り続けます。はい。綺麗に柚子肌はなくなりました。今のところは順調です。あとはひたすらヤスリの番手を上げていって、細かい傷をなくしていきます。1500番。2000番以降は、研磨作業でおなじみの紙ヤスです。2000番。4000番。6000番。8000番。1万番。1万番まで書き終わりました。結構ツルツルですが、まだまだです。4000番やってるぐらいから、出っ張っている部分が削れてしまって、プラまで露出している部分が出てしまいました。このままではいけないので、修正してみます。動画ではわかりにくいですが、特に天面が、いつの間にかクリアを貫通して塗膜を削っていて、色がまだらになってしまいました。目立つ部分なので、色を塗り直しました。塗り直した部分は、この筆で塗るクリアを塗って、研磨してみます。この天面だけ2000番から研ぎ直します。結論から言うと、この修正作業は大失敗でした。最初に言った通り、模型用のクリア塗装では塗膜の強度が足りないので、綺麗に研ぎ出しすることはできません。この後も、何も知らないおじさんは、結構頑張って研磨し続けますが、ついぞ最後までピカピカにすることはできませんでした。めんどくさがってはいけませんね。続きをどうしたか見ていきましょう。その後は、タミヤのコンパウンドで磨きます。まずは粗め。
再ね。仕上げね。持っている研磨剤はここまでなので、ここで一旦作業をやめることにします。研磨の際にシルバーの部分も削ってしまったりしていたので、レタッチしつつ組み立ててしまいます。正直、ピカピカの美しい模型を目指していた今回の模型の出来はいまいちです。一応、光を反射して輝いて這いますが、うっすら残った傷を消しきれませんでした。これがクリアのせいなのか、研磨剤などの道具が足りていないせいなのか、技術が足りていないのか、その全てか。これからたくさん組んでいって、一つずつ試しながら精査する必要があります。最初からすごいモデラーさんの動画を見て、同じようにできると思ってはいけません。今はここまで、一旦総括しましょう。と言いつつ、往生際悪く、もう一度研磨してみても、やっぱり細かい傷をきれいにすることはできませんでした。というわけで、マイクロエースより、32分の1、ポルシェ 911S、65年式、完成しました。研磨めちゃくちゃ難しかったです。見よう見まねで真似できることではなかったですね。古いキットなので、シルバーの部分が一体になっていたり、歪みや針の調整など、普通に組むだけで一苦労なキットを、初めの実験に選んだことも敗因だったかもしれません。キット自体はめっちゃかっこいいです。最初に見せたあの画像に似た色も再現できて、とても気に入りました。クリアを5回吹いたと言いましたが、5回では足りませんでしたね。柚子肌を整えるための研磨の時点で、クリアを貫通していましたので、10回ぐらい吹いて、クリアでボッテボテの状態になっても大丈夫な気がします。それと、ああやって研磨の際に、下地まで削れてしまった時点で敗北なので、素直に塗装からやり直さなければ、美しいテカテカ車模型にはなりませんね。めんどくさがっていては、美しいテカテカ車模型は作れないようです。勉強になりました。一つ収穫があるとすれば、筆塗りでも研ぎ出し作業をすることができましたね。それすらできないのではと思っていて、その場合、この動画はボツだなと思っていました。傷一つない、美しい模型にできなかったのは、筆塗りのせいではなく、技術と道具不足だと思うので、一応動画にできてよかったです。あと、これは触れざるを得ませんが、あそこまで塗膜をきれいに保つのに気を使いながら筆塗りするのであれば、スプレー使った方が良いですね。時間の無駄です。スプレーだと、今度は調色できない問題があるので難しいところではありますが、研磨作業中にそんなことが頭をよぎると、モチベーションに影響してしまいます。今回作った3台を並べてみました。額の好き嫌いは置いといて、やっぱり照明を反射してピカピカしてた方が車はかっこいいです。車模型を筆塗りでかっこよく作ることは可能か実験。結論は可能でした。ただそのための労力がえぐいこと、そして普通に車模型が難しいことも分かりました。今年は車模型もたくさん作りたいですが、今まで通り飛行機も作りますので、筆塗りにこだわらず、スプレーも同時に使用して、極力小カロリーに数をこなしていこうと思います。しばらく車模型が続くかもしれませんが、変わらぬご愛顧いただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるので、とても助かります。ほな、またね。